今回は文字が多くなるのでナレーションをつけてみました。前回、イレクターでデスクを制作しました。オフィスチェアの購入とデスク制作でいろいろ調べたのでまとめたいと思います。机の高さについて。一般的な机の高さは70cm が主流。でも、体型によっては適切ではない可能性もあります。適切な机の高さは、肘が90度を保てるかが大事とのこと。机の適切な高さは、椅子の高さをベースに考える。ってことで、椅子の高さと調整方法。深く座り背もたれを100度前後にします。ランバーサポートを合わせます。ランバーサポートは腰部分をサポートする機能を。腰を当てるように深く座ると背骨が自然な S 字形状に。腰への負担を軽くすることができます。深く座り、ランバーサポートに腰を当てます。腰の S 字カーブに沿わせる感じで調整します。座面高は足裏全体が床につくように。座面に比べて膝先が平行、あるいはわずかに高い状態に。座面の奥行きは奥まで深く腰掛けたとき、膝裏に当たらないように。肘掛けの高さはデスクと同じ高さにすると、腕の重みを分散させ、腕、肩、手首への負担を軽減できます。ヘッドレストは首の裏側に当たるように。ヘッドレストは後傾姿勢で座る場合やリクライニング時に効果を発揮します。ちなみに、机と椅子の適切な高さを求める計算式が公開されています。座面の高さ、身長、割る4、左弱、身長、割る6、机の高さ、座面高、足す、左弱。実際に測って計算してみます。座面が 44cm くらい。座面の高さ 175÷4、43.75cm。ほぼ合っている。座面から天板までの高さが左弱。左弱が 30cm くらい。左弱 175÷6、29.2。ほぼ合っている。机の高さ 43.75 足す 29.2
72.9 センチメートルくらい。およそは適切な高さかな。椅子の選び方。使用用途で選ぶ。椅子には前傾姿勢向きと後傾姿勢向きがあるそうです。パソコンに長時間向き合う人は後傾姿勢向きの椅子を。作業が多い人は前傾姿勢向きが良いそうです。私の場合は両方当てはまる。そんな人はこの椅子のように多機能チェアがおすすめです。機能で選ぶ。ライフスタイルに合わせ機能で選ぶことも大事です。肘掛けは移動を頻繁にする人には邪魔なケースもありますが、体圧を分散でき、体の負荷を軽減できます。長時間作業する人、肩こりがひどい人にもおすすめ。ヘッドレストは後傾姿勢の場合やリクライニングするときに頭を支えてくれます。前傾姿勢の作業だけなら特になくても困りません。リクライニング機能にもいろいろあります。おすすめの機能は背もたれを倒した状態でロックできる機能を。この YS1 は110度、120度、130度の3段階でロックできます。作業時は110度、映画見るときは120度と使い分けしています。パソコン作業以外のときはロックしないで使ったりも。一番のお気に入りはシンクロロッキング機能。背もたれと座面が独立して動き、自然な体の動きをサポート。リクライニングの硬さも調整できます。このように自分に必要な機能を選ぶと良いかと。サイズが合うものを選ぶ。椅子の調整方法でも話しましたが、これがとても大事。なるべく実際に座って適切な姿勢で座れるか確認した方が良いです。調整できる場所が多い椅子も良いかと思います。いろいろ動かしてギーギー音がしないかのチェックも。疲れにくい椅子の座り方。猫背や反り腰は体の負荷が大きくなります。椅子に深く座り、骨盤を立て座ります。骨盤を立てた座り方。座骨に体重がかかるように座ります。お尻に手を当て座ります。お尻を動かすと骨の場所がわかります。この骨に体重を乗せるように座れば OK。ぜひお試しあれ。今回は机と椅子の調整方法、選び方をまとめてみました。私の場合、高額な高性能チェアをいきなり買うのが怖いので、多機能、コスパいいし、評判いいしの YS1 を購入しました。この椅子で自分のスタイルも確認していきたいと思います。YS1 の詳細はこの動画をブログにもまとめていますので、概要欄のリンクからどうぞ。誰かの参考になれば幸いです。今回はこの辺で。登場したアイテムは概要欄、ブログでも紹介しています。チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。